皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は高市政権についての話。日米首脳会談が行われ、その賛否について様々な意見が交わされています。政策論についての話し合いをするのであれば、私はそれ自体は非常に健全なものだと思っています。というのも、政策というのは常に A というものがあれば、それに対して B という方がいいではないかという建設的な議論も常に存在します。ただし、このような議論とは全く別に、性別やもしくは、その姿、そのものについての侮辱的な発言をするなどは、全く話としては論外だと思っています。そして、忘れてはいけないのが、トランプ大統領という人間がどのような人物であるかをしっかりと認識しておかなければならないという点です。例えば、トランプ大統領ははっきり言えば個人的な好き嫌いが直接的に政策に反映される危険人物です。その非常にわかりやすい例がトランプ関税です。北米の貿易協定は本来であれば関税をゼロにして北米地域における貿易を活発化させるためのものでした。しかしカナダはアメリカのものになる方が良いし、そうなることに反対するような奴はろくでもない奴だというような発言をトランプ大統領が行いました。カナダはこれに非常に反発しました。はっきり言いますが、理論的にはカナダの方が正しくてトランプ大統領の方が暴言を吐いているだけです。どこかの国家に対してあの国なんかなくたっていい、私の国に統合されればいいみたいな話をする人はろくな人物ではありません。しかしそれによって実際何が起こったかといえば、自由貿易協定といったものが全くなかったことのようにされてしまい、現在カナダはトランプ関税 35% が課されています。さらに非常に不合理だと思われるような話というのは他にもあって、例えば永世中立国のスイスに対してはトランプ関税は現在 39% かけられています。なぜそのようにスイスが非常に高い関税をかけられているかといえば、スイス国民がアメリカ製品を買わないからです。スイスは金融大国として知られますが、同時に精密機器や高級宝飾品などの世界では非常にブランド力を持っています。ですからアメリカ製品をスイスは輸入せず、一方においてスイスは一方的にアメリカに対して高級品を売りつけているとして、トランプ大統領があんな国に対しては強い関税をかけてやればいいという具合にして、スイスに対しては非常に高い関税をかけています。そもそもこのようなスイスとの関係においてもそうなのですが、双方にとってメリットがあるからこその低い関税率の設定といったものがなされていたわけです。そういった話を全く無視するような形で行ったトランプ関税といったものは、明らかにトランプ大統領の私的な感情が入り込んでいることを忘れてはなりません。このような人物に対して個人的な関係として良い関係を築いておくべきだというのは非常に合理的な考え方です。わざわざトランプ大統領に敵対的な態度をとって不合理な要求などを突きつけられることは何のメリットもありません。ちなみにトランプ大統領の政策によって関税率が 30% を超えている国は10カ国以上あります。高い関税をかけられて喜ぶような国がないわけなので、低い関税に抑えることは政治的にも重要なのです。というわけでちょっといくつか具体的におかしな発言をしている人のコメントも見ておきましょう。例えばこちらのアカウントではトランプ大統領と高市総理が2人並んでいるところをこんな風に発言しています。どこの国の首相がこんなポーズでツーショットを撮るだろうか。この写真が世界中に拡散されないことを祈るという風にコメントしています。これに対していいねが9361件、拡散している人も3063件とあります。ちなみにこの人物なのですが、政権に対する批判コメントをすると、それを拾ってネット記事に上げて、それを Yahoo ニュースに転載するといった形で、いわば政権批判のルートが出来上がっている人物です。このような政府批判のためのマスコミ御用達のアカウントというものはいくつかあって、この人もその一部です。これに対してつけた私の反応がこちら。トランプ大統領のお決まりのポーズの一つです。例えばこちらはトランプ大統領とハンガリーのオルバン首相、その他外国の首脳とも同様にして親指を立てたポーズをとっています。どこの国の首脳がこんなポーズを取るだろうかと言っているわけですが、トランプ大統領としてはよくあるポーズの一つです。同様の例がこちら。2人が並んでいる際に高市総理が見上げているところを取り上げています。これに対するコメントがこちら。今までトランプを上目遣いで見上げる国のトップがいただろうか。本当に情けない。一体何が情けないのかと逆にこちらの方が問いただしたくなるような発言です。というのもトランプ大統領の身長は191センチだとされています。首脳レベルというか、そもそも191センチという身長は
人類全体で考えても平均身長より上ですから、見上げる人が多くなるというのは当然のことです。例えばこちらの写真は第一次政権時のメルケル首相との握手している様子。自然とメルケル首相もトランプ大統領を見上げる形となります。こちらは EU のフォンデアライエン欧州委員長、そしてイタリアのメローニ首相。どう見ても見上げるしかないような身長差です。そしてこちらは天皇陛下との握手している様子。どう見ても身長が高い人物に対して見上げるというのは自然な物理現象の一つであり、これを批判対象にするということ、それ自体がおかしな批判です。ただし、これに関してもいいねが8433件、拡散も4382件と非常にそうだそうだという人たちが非常に多い、非常に気持ち悪い光景を見せています。その他、トランプ大統領が高市総理を紹介するときに This woman と呼んだことに関してもこれを批判する人がいます。しかし、ネイティブの人に言わせれば、日本語に直訳すると失礼に聞こえるかもしれませんが、英語ではこれが全く問題ありませんという具合にして肯定的な意見を発信している人もおられます。トランプ大統領が特定の女性に対してあの人は美しい女性だと表現することがあるわけですが、毎回そのようにしてある人物についてずっとそう言い続けているわけではありません。表現の中で This woman という言葉が出てきても、それを差別的な意見だというようなそういった見方をする方がちょっとおかしいと思ってください。という具合にして、そもそもおかしな批判をしているのにそれを支持拡散するような人たちが非常にいることに私は違和感を覚えています。マスコミによる報道といったものも問題なわけですが、SNS 上においても非常に不合理な批判といったものを満ち溢れているような状態です。素直にまずは政策面についての論争をすべきであり、性別や容姿、行動の本来であれば問題ではない部分について差別的な発言を繰り返すことによって人々の関心を寄せようというその手法それ自体が非常に嫌悪すべきものだと思います。さて続いてはここ最近ちょっと話題になっている小泉氏についての話。自民党総裁選においては茂木氏や林氏、そして小泉氏との争ったわけですが、それらの人物に対してそれぞれ大臣ポストが用意されています。その中で小泉氏を防衛大臣にというような話があった時に、この人で本当に大丈夫かというような意見がインターネット上では溢れました。しかし現在は違う意味で注目を集めるようになっています。小泉防衛大臣、トップセールスを強化していきたい。横須賀基地を視察し、防衛装備品の海外移転に意欲。こういった防衛大臣としての活動とともに発信しているメッセージが、装備輸出拡大の必要性強調による情報発信の強化です。これまでの日本の防衛産業の輸出品に関しては、非戦闘目的の5類型に該当するものだけを認めてきました。これに対して撤廃を進めていかなければならないとメッセージを発信しています。現状、輸出を認めてきた5類型というのは、救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に限ったものでした。日本の防衛産業の輸出に関しては、徐々にという形で、非常にゆっくりとした形ではありますが、規制は解除されてきました。ただし、まだまだ縛りが多い状態です。日本の防衛装備品の輸出に関しては、非常に反対意見といったものがたくさんあります。しかし、それらのほとんどがかなり歪んだ偏見に満ちた意見といったものが見られます。例えば、日本が輸出すると、それによってどこかの軍事政権が国民を殺害するのに利用されるであるとか、どこかの内戦において政府軍と反政府軍両方に武器を撃って、人々が争い続けることに日本政府が手助けするんだみたいなものすごい極端な意見です。日本が輸出しようとしている先というのはそういった軍事政権による国民殺害の手助けでもなければ内戦を手助けするために政府や反政府軍に武器をどんどんと輸出しようという話ではありません。大体そのような反対意見をしているモデルというのがロシアや中国のようなどんな政権であろうともどんな場所であろうがどんどんと売っていって紛争が起きてそれによって買い手が増えればいいみたいな考え方をしている国の念頭に置いたものであり、日本政府はそのような防衛装備品の輸出というものを考えていません。むしろ友好国や同盟国、そういった日本にとっても仲間となり得るような国を中心として販売を考えており、無秩序に武器が売れれば何でもいいというような話をしているわけではないのです。そして非常に重要なのが、こういった防衛装備品というのは基本的にはある程度の付加価値が乗っていたとしても、それなりの値段で売れ
るような市場です。決して安ければ何でもいいというようなわけではありません。そのような部類の商品については、日本はある程度得意ですし、今まで経験がなかった分、最初売るのに苦労するわけですが、国際市場に合わせた企業側、政府側の対応をとって是正を図っていけば、必ずのように苦労しながらも私は道が開けると思います。そして道を切り開くべき分野です。というのも、一旦何か紛争や戦争といったものが起こった時に、自分の国でどれだけのものを生産するかといったことは非常に重要なテーマとなります。それまで全く海外に輸出することのない自国に向けた製造だけを行っていた場合においては、どうしても生産規模が小さなものになっています。今自衛隊のみにしか物を売っていないところにおいては、そもそも普段消費するのは訓練用だけで、ほとんど日常的な発注がないような部類のものもたくさんあります。そのようなものは当然のようにして少量製品であり、当然のように一つ一つの値段も高くつきます。日常的に世界中に売っているようなものであれば、生産活動として日常的に行われていることもあり、値段も抑えやすいですし、また海外からの情報の反映というものもあって、頻繁なアップグレードといったものも考えられるようになります。そして一旦もしも日本が攻撃を受けた際には、その輸出先の国から買い戻すといったことも考えることができます。自分が売ったものをなんで買い戻すんだと思うかもしれませんが、非常に物量が必要になった時には、自分が作ったものを友好国が持っていた場合においては、それを自国に戻すことによって生産する時間を一気に短縮することができるわけです。こういったことが考えられるというのも、自分の国で作って友好国や同盟国に販売しているという実績があればこその取れる戦術です。で、小泉大臣がこの問題に関してアピール力が今評価されつつあります。というのも、高市政権のこの政策に小泉大臣として順応しているわけですから、別に何かおかしなことを言っているわけではそもそもありません。そして今の連立政権において自民党と維新の会のこの組み合わせというのが少しでも前に進もうとしている可能性を秘めています。従来の公明党はこういった話題に関しては基本的にはブレーキ役でした。自民党が防衛力強化をしようという話をしても、それを引き止める役というのが公明党でした。そういったことを考えると、公明党が連立政権から外れた今というのは、本来であれば高市政権が最も安全保障政策を前進させることのできる環境にあると言えます。もちろん衆議院参議院で過半数を得ているわけではありませんから、野党の協力を得ることも必要です。しかし安全保障問題に関してこれを整備しなければならないと訴えた時に、これに共鳴する党やもしくは議員といったものは十分得られる話題のはずです。というわけで今回の動画は高市政権の最近の動きについての解説をしておきました。インターネット上ではとかく非合理的な批判といったものが渦巻いていますが、まずはそれらを無視するか、そのようなことを言っている人をそもそも排除した上で政策論争に集中すべきだと私は思います。例えば今回高市総理大臣はトランプ大統領に対してノーベル平和賞の推薦も考えているという話をしました。これはトランプ大統領をとにかくおだてれば褒めればすぐに調子に乗って友好的な関係を築けるという、ある意味これまでの各国首脳が行ってきた学びを高市総理大臣も実行したに過ぎないという意見もあります。実際プーチン大統領はウクライナに対して侵略を行っているにもかかわらず、トランプ大統領に対しては電話するたび会うたびにとにかくトランプ大統領を褒めまくって彼を上機嫌にさせてロシアに対する制裁やウクライナに対する支援を行わせないといったことに成功しています。そのぐらいの威力があるわけですから、トランプ大統領の望むような発言をこちらが行うということの効果といったものを引き出しているわけです。ただしこれには問題があります。どうせ褒めて上機嫌にするのであれば、トランプ大統領、あなたがノーベル平和賞を取りたいのであれば、ぜひともウクライナに対する軍事支援を行ってロシアに対する制裁を強化してください。バイデン政権の軍事支援が足りなかったからこそウクライナは十分に戦えなかったのです。アメリカによるウクライナへの軍事支援をバイデン政権の2倍にしたらどうでしょうか。そしてそのための資金源としては、
ロシアの凍結資産を接収するぐらいのことをしてください。アメリカ国民はきっとあなたの行動を称賛するはずです。それでいて、ロシアの凍結資産を使うわけですから、そのお金がアメリカの国防産業へと流れていくこととなります。それによってお金も実際に流れるわけですし、あなたの懐は何にも痛みません。さらには、それによって国際平和へと貢献する可能性が十分あるわけですから、ノーベル平和賞への近道だと思います。そのぐらいのことを言っておだてて、トランプ大統領を動かそうとするぐらいのことをしたらよかったのではないかと思います。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。